まだかな。もうちょっとかな。あ、来た来た。ごきげんよ、ヒーローくん。ちょっとのんびりしすぎなんじゃないの？もうあのビル、今にも崩壊しちゃいそうだよ。下の道の通行人に通報するように伝えてから壊し始めたのに。ん暇つぶし、かしら。ああ、昨日引いたゲームのガチャが渋かったからその払い捨てってことでもいいかも。ごまかしてないわよ。そんなもんなんだって、理由なんて。なんたって私は最低最悪のヴィレン様なんだから。人に迷惑かけるのに動機なんていらないのよ。ああ、はいはい、善良な人の命ね。またそれ？ちょっと前に航空機をハイジャックした時も言ってたわよね。私みたいなのにとってその辺の人間の命なんてハンバーガーの包み紙にこびりついたソースと同じよ。それを大事にしろって言われても。ヒーローくんは真面目ね。心配しないで。今回はほら死傷者ゼロだから。ちゃんとビル内のも周辺に住んでるのも人間は全員避難済み。その辺抜かりなく確認してやってるんで。ああ、でもヒーローくんとそっちの組織的にはこのビルで働いているやつは消えてもらってもよかったかしら。いやね、壁とか柱とかもろもろをぶっ壊しながら探索してたんだけど。じゃーん。これわかる？なんか最上階の奥の部屋にでっかい金庫があってね。気になったから引き裂いてみたらさ、出るわ出るわ。危ない薬の流通ルートやら、ボランティアと称して発展途上国で兵隊を作る計画書やら、悪の秘密結社への資金援助の記録やら。見た目からはわかんないものね。こんな変哲もない建物の中で悪がのさばってるなんて。ああ、これいる？私にとっては興味も湧かないゴミだけど、そっちからしたら貴重な証拠になるんじゃない？社員名簿とかつながりのある組織の情報なんかも抜いといたからまとめてあげるわ。はい。いや、私はこうフリーのヴィランっていうか、一人で気ままに悪いことやってるだけだから、他の悪人に対して別に仲間意識とかはないかな。だからそいつらが捕まろうが成敗されようがどうでもいいの一言に尽きるわ。私が気になってるのは悪人なんかじゃないから。あら、話してたらもう時間切れね。ビル倒れる寸前ね。いい感じに左右に分かれて崩れていくように調整しといたからさ。ヒーローくんは左の方の瓦礫よろしくね。私は右の方を。いいよ、万物抹消ビームと。綺麗さっぱり。お掃除完了。ヒーローくんの方は？あら、さすがね。混乱しながらも石ころ一つ残さず除去しちゃうなんて。やっぱ私の全力についてこれるのはヒーローくんだけね。私に釣り合ってるのは。はぁ、眠。じゃあ、私帰るわね。そこは見逃してよ。ほら、その証拠の紙束と引き換えってことで。多めに見て。ね。私なんかに構ってたら役職持ちの主枠の根源どもは逃げちゃうかもよ。苦渋の決断って顔ね。じゃあそういうことで、今日は一緒に遊べて楽しかったわ、ヒーローくん。またね。こんにちは。あら、基地に直接乗り込まれたとなるとさすがに到着も早いわね。ごきげんよう、ヒーローくん。
遊びに来ちゃった。あらあら、警戒態勢ね。警備員の人たちもそんなに構えないで。銃なんて私には通用しないって分かってるでしょ。大丈夫、攻め込みに来たわけじゃないから。ほんと。これをね、私に来たのよ。と。はいはい。こいつらわかる？お、ヒーローくんはピンときた？そうそう。今騒がれてる路上強盗犯。女子たちをターゲットにして暴行を働いて金品を奪ってっていうクズ野郎。君たちが頑張って足取りを探ってた極悪に顔ぐらいはもう割り出してたんだ。生け捕りにしてきたからさ、引き渡すわ。私もさ、縄張りの中で好き勝手されてムカついてたのよね。紙面が連日こいつのニュースで持ちきりになって全然私のこと触れてくんないの。マスコミどもったら私が暴れてあげてるから長年視聴率稼げたくせに、今度軽く殴り込みに行ってやるか。ん？何？本当よ。私が目立ててないのが嫌だったからって理由。そんだけ。バレてるんだ。嘘ついてること。付き合い長いもんね。私とヒーローくんって。そこまで理解してくれてたんだ。へえ。強制睡眠音波。ああ、やっぱヒーローくんには効かないか。後ろの連中を眠らせるのが目的だからいいけど。いや、そんな物騒なことしないって。ただ、ほらね。恥ずかしいじゃない。本心を聞かれるのって。本当の理由は、マスコミとかその他大勢とかの関心はもうどうでもよくって。ヒーローくんが私のことを構ってくれなくなったからだよ。3日前に街中の自販機を破壊していた時なんて、なんか普通の警察官が対応しに来たんだから。激内しちゃって、そのままパトカー乗せられて駅前で下車した。私のこと悪者として立ち向かっていいのはヒーローくんだけだもの。私に集中できるように悪党どもを潰していってるっていうのにさ、こいつらハムシみたいにどっからともなく無限に湧いてくるの。気持ち悪い。悪事なんてやってないでまともに働いてろって。私のこと対等に見てくれるの君だけだから。実力的な意味ってだけじゃなくて、初めて会った時のこと覚えてる？この町を更地にしちゃおうかなって私が大暴れしてた時、あの時にやってきたヒーローくんさ、私のことを逃げ遅れた民間人だって勘違いしたわよね。最初の数秒間だけだったけど。でも聞いたな。ああ、この人は私のこと人間だと思ってくれるんだなって。私のこの力って生まれつきだからさ、親の顔とか覚える前に捨てられたし、会う人私のこと化け物とか猛獣としか見てなかった。その後も事件を起こしてる張本人だってバレて、ああこれで人間扱いは終わりかって思ってたけど、それでも君は私のことなるべく傷つけないようにとか考えながら戦ってたよね。わかるわよ、さすがに。それからも会うたびに命の尊さだの苦しみを分け合いないかだのいろいろと言ってくれちゃって、私のことかわいそうで理解し合えるはずのただの人間の一人だって考えてくれてたの。君だけなの。君だけは私のこと救える可能性のある一人の人間だって。でも私はこういうのしか知らないから。人に迷惑かけることしか知らないから。でもね、それでも私がダメなことするたび、君はヒーローとして会いに来てくれるんだ。だったらそれでもいいと思ったの。
助けてもらえはしないけど、君は私のヒーローだから。君だけが私のヒーローだから。だから君にとってもそうであってほしい。私が君のヴィラン。私だけが君のヴィラン。だから悪党狩りをしてた。君には私だけを見ていてほしいの。反省したわ、今回の件で。君が私以外のことを優先するなんて初めてだったから。反省した。ぬるかったんだよね。思い出してみたら君だけじゃなくて、この街全体が私に対して恐怖を抱かなくなってきた気がするの。人を傷つけるとさ、君が本気で切れちゃうじゃん。そういう時の殴り合いって虚しいっていうか、全然胸にドキドキ来ないからできるだけ避けようと思ってたけど、その結果がこんな、君が私から目をそらしていくことになるんだったら、やめる。来週イベントがあるよね。なんだっけ、私はよく知らないけど、有名な歌手が来てライブするんだっけ。人がさ、いっぱいいっぱい集まるわよね。全員殺してやるから。だから止めに来て。めちゃめちゃ怖い顔してるじゃない。言ったでしょ、私には人の命とかゴミ以下なの。君以外は全部どうでもいい。生きてても死んでてもね。ああ、そうだ、今からやっちゃう？来週とか言ってないで今からさ。いや、やっぱり来週にしよっか。ほら、女の子にはいろいろ準備することがあるし、君にだって時間をかけて、来週まで頭の中を私のことでいっぱいにして、やれること全部やって整えてほしいし。デートなんだからこういう時間も大切でしょ？じゃあ、そういうことだから。また、来週ね。私のヒーローくん。